すみません、今日はありがとうございまありがとうごした。ざいました。ありがとうございます。ます。そうですね、徳兵衛さんはい。を営業運営する中でのこだわりっこだわりですね。ていうのは何ですか？そうですね。一番、何をするにもここで仕事する上で大事にしていることは、ここのここを利用してくださる徳兵衛うどんに来店してくださった方が来てよかった、また来たいと思ってもらえて初めて代金をいただけると、思ってまして、でそのためには何をしなければならないのかと考えると、もう山ほどまた来てもらうためにはもうそんな簡単なことじゃないっていうのを常日頃考えてまして、店内ミュージックはこれでいいのかとか、清掃は行き届いてると思ってるけどお客さんは行き届いてると思ってくださるだろうかと、お客さん目線でこの店を見た時に本当にこれでいいのかなというのをいつも考えて、料理にしろサービスにしろ心がけて行ってます。ありがとうございます。めちゃくちゃいいですね。はい。すごいもうこのね、店内の雰囲気とかもあ、なんかまたうどん屋さんっぽくないそうですね。雰囲気があはい。って、で、メニュー構成もなんか面白い、ちょっと変わり種のおうどんが多い印象だったんですけど、はい。そういった部分は何かその心がけてるところとか意識そうですね。してるところは？まあどうしてもうどん屋でずっとこれからもやってきた方はやっぱ飽きられると意味がない、また来たいと思ってもらうためには飽きさせない工夫っていうのを心がけてやってまして、特別うどんはこの味っていうのは絶対変えたらいけないんですけど、その味だからこそできることっていうのはまだまだいっぱいあるっていうのを今やってるものが決してベストではない、これよりもっと上のランクは必ず調理として存在するのをまだ知らないだけだから、それを早く見つけてお客さんに提供することが一番お客さんに対する恩返しかなというふうに考えてます。めちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。そうですね。お店はこのページワンというところから始まって、もうそのページワン時代の時からもう今もあの僕が中学でアルバイトに来てた時からまだ今も通ってくださってる方が多数おられまして、はい、もうそれこそ当時僕が厨房に入りたての頃はもう本当にちょっと下手な天ぷらとかフライものとかを出してしまって、もう二度と来てくれんやろうなって思ってた方が、それでも来てくれたりすることによってこのままじゃダメだと本当に僕はお客さんから代金以外にその調理の経験をもらってるんです。前回作ったカツ丼よりも今回ちょっとでも美味しくするにはどうしたらいいかっていうのを考えて、今もまだ精進中なんですけど、はい、今までより美味しいものっていうのが一番お客さんに対する恩返しなんだろうなという思いで作ってます。お客様へのこの思いっていう部分は一体そのどこから湧いてくるというか、誰かから学んだのか？そうですね。その今まで自分自身あまり必要とされることが少ない人間やったんで、誰かに必要とされるってことはすごく自分にとって嬉しいことでもありますし、ありがたいことでもあって、でお客さんが自分の大事なお客さんを連れてきてくださった時になんやこの店はってがっかりされないようにすごくプレッシャーなんです。せっかくここでうどん食べて美味しかったって友達や家族に美味しかったよって言ってくださったのに、そのご家族の方が来られた時にちょっとでも僕が手抜いてたら
あの人美味しい言ってたのにそこまでやったな、あの人の美味しいってあまり当てにならんなとか、そんな言ったら責任をあの感じてやってるんで、やっぱいつも手が抜けないっていうプレッシャーの中でやってて、聞かれた質問に答えれてるかはちょっと不明なんですけど、やっぱ美味しいって言って帰ってくださったお客さんが本当に恥かかないようにいつも心構えとして持ってやってます。自分が美味しいって思ったものを他の人も美味しいって言ってくれるっていうのはすごく嬉しいことで、前までここだけでもなくて他の飲食店でもアルバイトしたことあるんですけど、マニュアルっていうものが当然あって、そのマニュアル通りに作ることが、最善だという仕事をずっとしてきたんですけど、作ってる中でこれこうした方がもっと美味しくなるのになとか、こうした方がもっと喜んでもらえそうやなっていうのがあったんですけど、もうマニュアル通りにやるしかないとやってって、でそこである時お客さんにふと「ありがとう、美味しかったよ」って言ってもらえた時に嬉しくなかったんです。料理はこうした方がもっと美味しくなるっていうのを知ってて、それをせずに出したものを美味しいって言われたらちょっと後ろめたいというか、もっと美味しく作れたのになんでそれをせんかったんやろってちょっと後悔と言いますか複雑な思いになりまして、これではダメだとまずは自分が美味しいと思うものを作って、でそれをお客さんに召し上がっていただく。叱られることもあるし喜んでもらえることもあるけど、それでよりお客さんが美味しいと思うもの、自分が美味しいと思うものの本当に共感っていうんですかね、味覚の共感っていうのがすごく嬉しいですね。めちゃくちゃ素敵です。すごいい自分に正直にみたいな感じなんですかね。そうですね、はい。やっぱ自分が外食に行った時にやっぱ適当に作られたら、やっぱ見たらこれ適当に作られたなって残念な気持ち、もう食べる前から残念な気持ちになってしまうし、それは逆に自分が作る立場の時にもどういう気持ちで作ったかっていうのは必ず分かる人には分かるっていうのを自分に聞かせて、もう本当に中途半端なことしないように頑張ってます。そういった面では目指してる人みたいなのはいたりするんですか？目標としてる人は世界の偉人とかになりますけど、それこそイエス・キリストさんとかそういった誰からも信頼されるような方を目標として、その人たちが教えてることってやっぱり自分がしてもらいたいことを他の人にもすることじゃない、しないと世の中良くならないよって言われてたんで、そうだなと思って僕もなんとか少しでも成長できるように、心構えとして思っています。改めて2代目の苦悩みたいなのはあるんですか？そうですね、一番今も苦悩している、まだマシなんですけど、先代が残したものをなるべく変えずにさらに次のステップに進むっていうのがやはりここの地方の個人経営の飲食店となると、どうしても先代はうまい、安い、早い、これだけしとったらいつまででもうどん作れるって教えてくださったんですけど、この令和の時代になってコロナとかいろんな世界情勢が変わってくる中でフランチャイズの店とかチェーン店とかもどんどん増えてくる中でもううまい、安い、食べれたら何でもいいっていうお客さんはもうチェーン店に任せて、本当にグルメなお客さん、どうしても待ってでもちょっと値が張ってでも
美味しいもの食べたいんやっていうお客さんのニーズに応えれる店を目指さないとなっていうのが受け継いだ時のまずの思いやったんですけど、父が先代が残した味、この店を好きやから来てるっていうその常連さん、今でも来てくださってるんですけど、その常連さんたちがこれやったらまだいいわ、これやったら認めれるわっていう、その常連さんたちがご容赦いただける範囲内でできることをやっていかんなんなっていう苦悩っていうんですかね。もうなんか2代目になってからわしは店好かんなとか言われるとやっぱりちょっと悲しいというか、あんまりその大げさなことを今まで使ってた食材とか材料とかもうなるべく変えずに、もうどうしてもこっちの方が絶対に美味しいっていう時は変えますけど、それ以外はもう今まで使ってきたものの中で本当にその今の調理方法が食材の力を引き出す最大のやり方なんかなっていうのを考えながら、やってます。最後に今後どうなっていきたいっていうのはありますか？先ほどの話の続きにはなるんですけど、どうしてももうこれからはどんどん日本の人口も少なくなりますし、物価ももう上がるだけ上がってもう下がらないだろうなという、予測なんですけど、そのために必要なのはやっぱり料理の腕。あそこの店値上げしたからもういかんわって言われるか、値上げしたけどまあいいかって言ってもらえるかは、日頃どんな料理を作ってたか、どれだけ喜ばれてたかにかかってると思うんで、本当にお客さんに外向かれないようにこの今の腕をどんだけ磨けるか価格の上昇と自分の腕がどれだけ上がっていくかの勝負かなと思ってまして、いよいよ気の抜けない時代になってきたなという思いで。いやすごい、でも本当に丁寧な仕込みが見れたので、ありがとうございます。めちゃくちゃすごいなと思って、ここまでやるかっていうぐらいそうですねだったので、ありがとうございます。本当にそこがやっぱり結構意識しているポイントにはなるんですかね。そうですね。そもそも食べ物を粗末にするなってずっと教えられてきて、で、食べ物は粗末にしたらあかんのやなって思って生きてきたんですけど、10代の後半ぐらいですかね、食べたくても食べれん人がこの世界にはたくさんいるっていうのを知って、そんな不条理なことがあっていいのかという思いになって、ハンガープロジェクトっていう世界飢餓対策機構の働きに少し協力させていただいたことがあったんですけど、その中でやっぱり食べたくても食べれない人に実際に会ってきたんですけど、その人たちはその人たちで別にそんなこと気にしてない、食べるもんがあったら食べるし、なかったらないで我慢する、それ以外のことを楽しむっていうその精神を見せてもらって、なんかすごく感動したんです。でその中で帰ってきて、さあいざ調理場に立った時にもう怖くて触れないというか、食材がこれを生かすのもダメにするのも自分次第やっていうのを突きつけられた時に、もう少しでもそれは僕よりももっと腕の立つ人がこの食材を作ったらもっと美味しくできるんやろうけど今僕しかおらん僕ができることは全部やって、それでダメならもう仕方ないっていう風な思いを持って日々励んでます。これが食べたくて食べれん人もおった。でも食べたいと思ったことは間違いじゃなかったというか、食べたいと思えるものを今日も作っていかないとな、食べ物粗末にしないっていうその教えをすごく今も身に染みながら働いてます。